皆さんこんにちは、村田治です。久しぶりになってしまいましたけれども、今日も水彩画を描いてみたいと思います。遠くに小豆島が見える瀬戸内海のちょっと海が少し見える風景を描きたいと思います。今まで使ってたように、絵の具はウィンザー&ニュートンをメインに使いたいと思います。それから紙ですけれども、ある種の 300g を使います。それでは全体を太い筆で水で濡らしてから描いていきたいと思います。何色からいこうかと思っていますけれども、光の色なので黄色とかオレンジ系を薄く溶いて、下地の色のような感じで塗っていきます。あまり濃くすると濁ってしまうので、雲を描いているので少し点々というような感じで、波打つような感じで塗ってみます。手前が木なんですよね。で、シルエットのように見えるので、そのつもりで描いています。画面の下半分が陸地ですね。筆の先を使って、まだ下塗りですので、だいたい塗っているという感じですね。これから何回も色を重ねていくつもりです。1回ドライヤーで乾かしました。パレットなんですけども、途中何回もティッシュペーパーなどできれいにしてからまた絵の具を置いていきます。手前が陸地なので少し緑色が入っているのでですね、グリーン系を塗っています。今塗っているのはウルトラマリン、そしてコバルトブルーですねを混ぜて、少しねオレンジ色も混ぜたいと思っています。それから赤っぽい色も混ぜますね。あまり寒色ばっかりを重ねると色が汚くなるので、適時、暖色も適当に混ぜています。このように筆先で、今描いている部分は空なんですけど、空の雲みたいなところ、それから地面のところも描いています。一度乾かしました。そして、この広いブラシで水を塗っています。2回目の色付けですね。まだまだ下塗りなので大雑把な感じでいいんですけどね。それから以前はですね、資料写真を、横に置いたりしてたんですけど、ちょっといろいろ考えることがありまして、資料写真はちょっと出さないように、しました。ご了承いただきたいと思います。ちょっとですね、資料写真を撮ることがものすごい大変なんですね、実は。絵描くことよりもその絵の素材となる資料写真が大事なので、あまりネットで、発表したくないなぁと実は思いまして、出さないことにしました。すいませんがご了承ください。ちょっと早送りに今していますね。これ2回目なんですけど、だいたいウルトラマリンブルー、同じ色ですけども、メインは重ねて、明度を濃くしてますね。それから真ん中辺が海の部分ですので、今塗った絵の具を拭き取っていますね。上の方は太陽が出てくる
光のところですので、そこもティッシュペーパーで拭き取っています。で、山のところ、山っていうかここちょうど小豆島なんですけれども、まず上のところを筆で塗って、あと違う筆に水をつけてぼかしています。手前がこれが、岡山県ですね。岡山県の牛窓というところになります。手前ですので距離が短いですので少し濃い色になりますね。これ今標準速度で描いています。標準速度で、再生しています。はい。で、あまり、黒っぽい色だけだと冷たい感じになるので、ここにイエローを少し垂らし込んでいますね。赤も少し垂らし込みました。ここ実は陸地なんですけれども、実際はですね、家が結構建っているんですが、あんまりそれは描かないようにしたいなと思っています。昔は今筆が置いてるところ全部海だったんですけれども、岡山県の瀬戸内側ってすごく江戸時代に埋め立てられてですね、田んぼがいっぱいできまして、今そこに家も建ってしまってですね、いろいろな建築物があるんですけど、その辺はまあ雰囲気だけ描くという感じで、あんまり具体的な家とかは描かないようにしようと思っています。昔はここが全部、瀬戸内海の風景だったということですね。きっと綺麗な風景だったんじゃないかなと思います。もう一度水をつけたハケで全体濡らしてますね。それから小さなスプレー使って水を追加しています。手前をですね、もう一段濃くしたいので、これウルトラマリンとバーンとシェンナーですかね、混ぜてちょっと黒っぽい色にして、そして、手前の手前に木があるんですが、そこのところの明度をぐっと下げてですね、向こう側を明るくしたいと思っています。で、水をつけた筆で、これ雲間から流れる光ですけれども、これが天使のはしごになりますが、少し絵の具を取って光線を描きたいなと思っていますね。そしてもっと細い筆で、しかも毛足が硬いやつで、雲が光っている部分があるので、そこの絵の具を取っています。ある種の場合なかなか絵の具が取れないのでですね、結構時間かけてゆっくりとやっています。水をつけて筆で削ってはティッシュペーパーで拭き取るという作業になります。手前の木の枝ですね、細い筆でゆっくりと描いています。木の枝って意外と目立つので、ここが線がヨレヨレっとした線だと絵全体がちょっとレベルが落ちてしまうので大事な部分ですね。ちょっと今早送り再生にしましたけれども、ゆっくりゆっくりですね、一節一節の枝ってこう弓のようになっているので、直線じゃなくて少し反らせながらというかね、意識して描いています。向こう側に小さな島があります。それを描いています。最終的にまた全体を乾かしてから色調整をしますね。薄く、今回はもう少し朝焼けといいますかね、の
暖色系の色を追加しようと思って今塗っています。でこの段階ではもう資料写真から離れて、自分がこうしたいなと思うような色をもうつけています。山のところもですね、上からオレンジ系の色をかけてます。手前ももうオレンジの色を追加しています。乾かしてからですね、実は1日ぐらい時間が経っています。その間にゆっくり絵全体を見てですね、もう少しオレンジ色が欲しいなと思ったりしてですね、それで今また日を改めてオレンジ色、それからローズ系の色を重ねています。そして最終的に枝ももう少し描き込みたいなと思いましたので、最後に細い枝も描き込んで完成としました。久しぶりの動画でしたけどいかがだったでしょうか。ここまでご覧くださりありがとうございました。1年半ぐらいぶりですけどね、ちょっとこの間家を引っ越したりですね、新しいアトリエのためにリフォームを1年ぐらい頑張ってやったり、いろんなことがありました。それでは皆さん、水彩画で幸せになってください。また次回お会いしましょう。さようなら。